M4 の正直レビューということで、いいとこ悪いところをちょっと皆さんにね紹介していこうかなと思います。この車実はめちゃくちゃ燃費がいいです。これね、街乗りで8後半いきます。後部座席広くていいんだけど、ドリンクホルダーがない。まあデメリットはですね、ちょっと乗り心地がちょっと硬いかなって感じですかね。ライバルでいうと E63 クーペとか、多分その辺りになると思うんです。その辺りはね、エアサクですね。そうなんですよ。走らせちゃったら絶対速いよ。はい。自信あるよ。おお、比較動画見たいですね。ベンツなんか負けねえよと思って。はい、皆さんこんにちは、平手浩平です。今日はですね M4 の正直レビューということで、この僕が買った F82 型の M4 なんですけども、こちらのいいとこ悪いところをちょっと皆さんにね紹介していこうかなと思います。すごい平田さん、この M4 褒めてる感じはありますけど。いや、めちゃくちゃ褒めてますよ。買って半年経ちますけど、もう1万5000キロ以上乗ってますからね。だからそれぐらい好きだし乗るし、なのでいいところもあるし、もちろんちょっとやっぱそうなのっていうところもあったんで、そこはちょっとほら視聴者の皆さん聞きたいかなと思って、ちょっと正直レビューを。そうですね、これだけ乗ったからこそちょっと言いたいこともあるよっていうところもあるんで、メリットの話聞いてもいいですか？メリットはですね、もう見た感じ、もう本当デザインがめちゃくちゃかっこいい。それはね、このクーペのこのラインもそうだし、やっぱこの F 型のこの BM って顔がかっこいいっすよね。かっこいいっす。やっぱり人気あるのはすごいよくわかります。あとこうグリルもね、こうまだ縦長に伸びる前のバーンってここまであるやつじゃなくてね、ザ BMW ヒドニーグリルですね。ヒドニーグリルね。最後のね、この薄型のっていうかね、ちっちゃめというか、BMW といえばこれぐらいのグリルだよね。顔もそうですけど、ボディラインもね綺麗ですよね。そうなんですよ。このね M4 のボディラインがすごく綺麗で、このフロントのダクトからこうピャーってこう伸びてるこのライン、このリアのテールまで、このラインも綺麗だし、やっぱクーペなんでね、当然フロントからこのリアのねトルムもすごい好きで、デザインがかっこいい。見た感じはもう最高に決まってる感じですよね。そこメリット一つ目って感じですね。そうですね。メリット、じゃあこれ2つ目って何ですか？2つ目はこの車実はめちゃくちゃ燃費がいいです。めちゃくちゃ燃費がいいって言ってもハイブリッドと比べちゃダメだよ。多分これと同等のクラスだったりとか、僕はほら35の GTR も乗ってるし、皆さん燃費いくつぐらいだと思います？この車。このクラスは直6ツインターボだよ。リッター7とかいけばいい方ですね。7？これね、街乗りで8後半いきます。でこれ高速行くともう余裕で11以上いく。余裕でね。もっと燃費走行してれば多分12とか12超えてくると思いますね。そうなんです。僕この間実家行く時に、新東名とかほら120キロ制限でね速度上がる部分とかあったりとかして、行ったんですけど、往復だいたい平均燃費12っていうふうに出ましたね。もうちょっとゆっくり、のんびり行けば、全然12後半とか全然出ると思います。だからそういう意味だと燃費めっちゃいいんですよ。いいですね。じゃあ次、メリット3つ目は何ですか？メリット3つ目、ですね、それはですね、こうリアのシートにあります。後部座席が広い。広い。確かに僕実際乗ってますからね。そうですよ、乗ってますよ。どうでした？ちょっと菊池くん身長いくつだっけ？178ですね。78だとちょっと髪の毛ちょっと触るかなぐらい。髪の毛、そうです。僕座高高いんで、座高3桁いってる人間は髪どころじゃない。ちょっとそれはどうなの？いや、イレギュラーですね、僕は。イレギュラー。これちなみにこれポジション今僕のドライビングポジションになってるんで、全然前にめっちゃ詰めてるとかないですよ。僕が普段乗ってるポジション、リアシート乗りますよ。まずこの倒します。じゃあ確かに若干乗り込む時はクーペだからしょうがない。それはしょうがないですね。乗り込みます。まず足元見て。一回ね。足元。いいですよ、いいですよ。足元いきますよ。倒します。全然膝当たってないです。本当だ。拳1個は余裕でいきますね。頭普通にまっすぐしてます。本当だ。ほらちょっとこうブッて伸びればあれですけど、普通にこうやって座ってる分には頭当たんないですね。で広いし、広いですよ、めっちゃ。セダンのベースになってるから広いですね。座高がその高い人はちょっと分かんないですけど、僕は170センチぐらい身長が、で座高多分普通は全然余裕です。次、メリット4つ目は何ですか？4つ目はトランクが広くて、積載スペースがめちゃくちゃ取れるっていうところですね。
後ろの席も広いのに荷物も入っちゃう、そうなんですよ。これが車はなかなかないですよ。ないでしょ俺もびっくりしたんだって買って、まあ開けるとこんな感じで、まあゴルフバッグがちょっとね横にちょっと積めないんですよね。横は無理なんですね。ちょっとね横はちょっと厳しいんで縦に積むんですけど、これ縦見てもらうと分かるんですけど、これトランクスルーなんですよ。リアシートがダンと倒れるんです。でリアシート倒すとこれいきますよ。ほら広くないですか。これ俺中入ってもいいなんか入りたいんですかこれ NSX の時入るよちょっと俺じゃあ入ったことないのよ自分の車。車中泊いけるよ、多分いける。ちょっといいですか。ちょっと入ります。お邪魔します。初めてこんなトランクから入ったなで寝れる？全然見てほら。平手浩平一人寝れます。身長何センチですか？僕171ぐらいです。171センチぐらいあるってことですね、長さ。ありますね。ちょうどで全然運転席そのまま2人寝れるよ。M4 で車中泊できる縦は僕肩幅あるけど、これぐらい積めるから、だからゴルフバッグがね多分ね4つぐらいいけんじゃないかなここ。そうですね。そうポン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 みたいなね。じゃあ次平田さん、メリットは話聞きましたと。なんかデメリットっていうか、正直半年間乗ってて、ちょっとここはなーって思ったところって何があるんですか？なんだろう。そうだね、一つ言えるのは、洗車大変なんで、デザインがねエアロとかのデザインがかっこいいから、結構こういう細部とか、このエアロの下側もそうだけど、こういうハニカムになってるところとかあるじゃないですか。こう洗車もこう指入らないし、この間とかね確かにほんとハケとかでやんなきゃいけないんだけど、ごめん俺そこまで細かちねえから、いつもスポンジでちょっとこの大きいところだけこうやって洗車すんのよ。だからこの間とかはやってないのよだからほんとこういう細部のこの掃除が大変。洗車がこういうところね。であとこのやっぱ拭き上げてもこのハニカム一個一個こう拭けないからさ、だって大きいとこだけ拭いて走って乾かすみたいな感じだよね。タイヤのダクトとかもそうですよね。ダクトが多いですよね。そう、ダクトが多いですね。ダクトが多い。でそれ意外と放置するとシミになって、そうなのよ、水垢とかになったりとかね。結構目立ち始めるんですよね、蓄積すると。そうなんですよ。ただやっぱ細かいからこういうところだからなんかね面倒くさい。最近ちょっとネットで見つけて新しく使い始めたブロワーがあるんですけど、78ブロワーってあるんですけど、知ってる？いや、わかんない。わかんない。結構ねコンパクトでめちゃくちゃ威力があるんですけど、見ます？ブロワーってことですか？ブロワーですもうマキタのブロワーみたいなやつだけど、もっとコンパクトでいいやつがあったんで買ったんですけど、こんな感じですね。マキタのブロワーこんな長いし、これでかいんですけど、3倍ぐらいの大きさありますよね。3倍ぐらいの大きさあるよね。そうですよね。結構じゃあちっちゃめ？ちっちゃめっすね。こんな感じですかな。見てみたいですね。こんな感じ。どれぐらい威力あるか。そうですよね。じゃあ水垂らしてやってみる？じゃあ一回水ね、ボンネット付近水かけていただいて。やりますか？じゃあかけます。こんな感じで。かけました。びしょびしょになりました。これどうやって使うんですか？これはここにスイッチがあるんで、裏にこれをオンにしていただいて、オンにするとこれ電源入るんですよ、こうやって。でもこれダイヤルこうやって回せばもうマックスに。飛んでちゃういやマジで。ダイヤル式なんですね。そう、これダイヤル式で風量調整できる。でここなんならここ長押しちょっとすると一番最大のやつにいきなりなるんで。長押ししてる間は。そう、長押ししてる間は最大になるんで、こうやって当てながらちょっと強く吹かしたいなって時はこう長押ししてると。なるほど。すごくない？その下のボタンは何なんですか？これは LED ライトで、ここがライトなんでこう光るんですよ、ピカピカンって。夜の時。そう、だから夜の時とか細かいとここうやって見たい時はこうやって LED ライトを押せばこうやって光るんで、もう本当こうやって細かくやる時はこういう感じでねできるんですよ。風めっちゃ強いですね。
めっちゃ強いですよこれ。なんかコンパクトタイプのもあったりするじゃないですか。僕使ってるんですけどコンパクトタイプ、やっぱりちょっと風がちょっと弱いなっていうのがあるんで、もうこれさえ持ってればとりあえず洗車場でピャーってでき車1台簡単にできちゃうんで、普通洗車ってタオルで拭き上げてみたいなのがもう一般的じゃないですか。こういうマイクロファイバーとかね、タオルでこうやって拭き上げが一般的ですけど、こうね大変だよね、こうやってやってさ、で大きいやつとかもあるよこれの、あるけどさ、結局こうやってで水切ってとかやらなきゃいけないじゃないですか。もうちょっと絞ってとか面倒くさいじゃないですか。だけどこれもうこのブロワーでこうブイーンってやってやると、すごいですね。早っ。こうやって水飛ばせるからさ、グリルとか、グリルとかね、スライスでこうやってここの中とかね BM ね水たまるんだよ。この下とかこうやってやっていけばほら水飛ぶですよ。ほらでこの下のこのハニカムのところとかもね、こんな感じで簡単にもうほらね、ちょっと今乱雑にやったからまだ拭き取れてないけど、威力もあるし、コンパクトだしね、これめちゃくちゃいいっすよ。めっちゃいいっすね。じゃあ次、デメリット2つ目は。デメリット2つ目はですね、先ほど後部座席広いって言ったじゃないですか。後部座席広くていいんだけど、ドリンクホルダーがない。それはちょっと嫌です。そうなの。だからリアシートでちょっとドリンクね、ペットボトルとか持って2時間さっきドライブイージーって言ってたじゃん、イージーはイージーなんだけど、ドリンクをこうやって持ってなきゃいけない。ホルダーがないのよ。だって今夏ですけど、夏場のね、アイスコーヒーとか冷たいびちょびちょになるしね。そうそれが置く場所ないんですよ。ちょっと見ていいですか。いや、いいですよ、全然。それはね、てかそれはねって言ってるけど、僕が乗って気づいたことっていうまさかの買ってそう置く場所ない。俺乗ることないからね、まず後部座席に。菊池が乗って初めて気づいたの。だからこれないですか。ないですよ。こう乗るじゃないですか。こっちにもないし、ここにもないし、なんならほら肘置きが普通って言ったらだけどあるじゃないですか。それでそこにこうホルダーがあるんだけど、さっきトランクセルで倒しちゃったようにここないんですよ、肘置きが。後ろ乗る方は M3 ですね。そうだね、M3 だったら多分あると思うんで。次3つ目なんですけど、何ですか。3つ目はですね、ブレーキペダルがちっちゃい。なんかそれずっと言ってますよね。僕買った時からマニュアルじゃなくてオートマの方で買ったから、僕はオートマ車基本左足でブレーキ踏むんですよ。なんですけど、この車そもそもブレーキペダルがむちゃくちゃちっちゃくて、これぐらいしかないんですよ。普通ブレーキペダルって大きいじゃないですか。ちょうどね、実はこの間先日交換したばっかなんで、そちらのちょっと写真でちょっとご覧くださいって感じになっちゃうんだけど、今ねちょっと変わったんですよ。ブレーキペダルを4シリーズのオートマのブレーキを採用したので、見てもらうと分かるんですけど、だいぶブレーキペダルアルミがなくなってる、アルミがなくなってゴムのやつになってるでしょ。これちょっとよくよくは変える予定ではいますけど、大きくなってで左側にシフトしたんで、これで僕も左足でブレーキが踏めるようになったんですよ。今までは多分ちょうどこの僕の右足の靴のところぐらいまでしかペダルがなかったんで、もうちょっとこうやってシフトしないと乗れなかったのが、普通に置いてこうブレーキが踏めるようになった。じゃあ次のデメリットは何ですか。デメリットはですね、ちょっと乗り心地がちょっと硬いかなって感じですかね。M ですからね。M なんで、もうそもそもスポーツに振ってるから、そこはしょうがないんですけど、僕以外の人ねパッセンジャー乗せた時にちょっと足硬いかなって言われる時あるんですよ。僕も乗っててちょっと硬いかなって感じですけど、BMW にプラス M になってるんで、そうなんですよ。しょうがない。もうそこはしょうがないってね。ライバルでいうと E63 クーペとか、多分そのあたりになるかなと思うんですけど、そのあたりはねエアサスですよね、メルセデスは。だからそこのエアサスとね普通のサスでのやっぱ違いはあるけど、走りに振ってる車ですから。メルセデスはどちらかというと走りというか、乗り心地重視で、サーキットで多分エアコントロールしてっていう。そうです。走らせちゃったら絶対速いよ。もう自信あるよ。比較動画見たいですね。ベンツになんか負けねえよと思って思うけどね。何が MG じゃっつって。最後はですね、これ僕はまだなってないから分かんないんですけど、これ知り合いの人から聞いたらバッテリー代が高いって言ってたんですね。
メンテナンス代が高いっていう意味で、ちょうどリングスのイベントで僕がお聞きしたことなんですけど、オーナーさんにらしいね、バッテリーあるじゃないですか、指導用というかメインバッテリーがあって20万円ぐらいするらしいですよ、交換で。マジですか、20万。で面白いのが M2 は5万とか6万ぐらい。でも同じエンジンでしょ M2 って。同じエンジン、ほぼ同じベースにはなってるんですけど、なんか M4 は高いらしい。M3、M4 って言ってましたね。ああ、そうなんだ。だけなんか違うバッテリーを積んでるらしく。あ、そうなの。20万円ぐらいしちゃうっていう話はしてましたね。マジか。で社外品がないか少ないか。ないか少ないか。その社外品を入れたら保証は効かないですよみたいな。じゃあやっぱりその純正品を使わなきゃいけないんですか。そうです。使わなかったとしても何かあったら知らねえよってことですよね。そうですそうです。マジか。バッテリーは高えな、20万か。平田さん、正直レビューというところで、メリットデメリット話したと思うんですけど、結論どうですか M4 は。結論ごめんなさい、リアに乗る人知らないですもう M ですから、走るね、こう人にこう振った車だから、多少ちょっとやっぱ足が硬いとか、後ろにドリンクホルダーがないとかはそれは知りません。でも本当にこれ乗って思うんですけど、買ってみて思うんですけど、やっぱ燃費が良くて、もう見た目かっこいい、あんだけトランクスルーで荷物があんだけ詰めて、なんだったら車中泊もできそうな車じゃないですか。もう M4 でちょっと車中泊もちょっとやってみようかな。逆にこれ視聴者の方で、M4 乗ってる方を見ていただいてると思うんで、そうですね、聞きたいですよね。メリットもデメリットもそうですけど、確かに僕よりもね、もちろん乗ってる歴が長いですから、僕は気づいてない部分もあるかもしれないしね。だからそういうのがあったらコメントをちょっといただけたら嬉しいかなって感じですよね。分かるみたいなのが出てくるかもしれないですね、俺もね。ということで今回の動画よかったらグッドボタンとチャンネル登録の方をよろしくお願いします。また次回の動画で会いましょう。